Welcome to Kimono Mom's Kitchen. I'm Moe and リエ、お久しぶりです。お久しぶりです。LA に帰ってきました。おかえりなさい。お疲れ様でした。いいですか？はい、日本語で行きましょう。ちょっとほっとしました。Please turn on the subtitles. So today we're gonna make Ria's favorite Japanese dish. お好み焼き。 Today I'm cooking with my friend Ria McClenny. Ria is a Japanese chef and food creator based in LA, sharing amazing Japanese recipes with the world. She's been so supportive. She even came to my events and welcomed us into her home during a road trip. We're both moms with kids around the same age and so excited to cook together today. キャベツと小麦粉と卵しかない時によく作るホームディッシュスタイル。すごい楽しみ。どうでした？アメリカ横断。一番楽しかったことと、一番しょぼんってなったこととか。娘が娘の目で初めての土地に来て何を見てるんだろうっていうのが一番興味深く楽しかった経験。辛かったこと、登校スケジュールをずっと守ってたものが守れなくなってしまう。旅が結構ハードで、朝一からサンプリングしてもう帰ってきて夕方ヘトヘトでもう編集とかできず。それはしょうがないですよね。確かにリアル私もありますよ。なんか自転車操業ですよ、いつも。自転車操業。どれぐらい投稿に時間かけてるんですか？週に2回 YouTube やってるとすごい儲かってるんでしょってみんな言うけど、もうその時代は終わりましたよね、きっと。大変ですよね、コンテンツクリエイター。いや本当になんか他人事みたいに言ってますけど大変ですよ。なんで始めたんですか、コンテンツクリエイター？私はもう言ってるのが、自分の意図とは別に、なんだろう、そのバズフィードで働いていて、その時バズフィード入社したのが2016年だったんですけど、その時は Facebook にフォーカスしていて、トップダウンって言ってこう手だけで作っていく動画を作るプロデューサーとしてやってたんですよ。で最初はなんかレシピディベロッパーとして採用されて、テイスティジャパンを立ち上げるので、ロサンゼルスに住んでて日本語と英語が両方話せて、日本の料理を知っていて、そして調理の経験がプロフェッショナルになる人を探してるっていうのを見つけて、その仕事をやることになったんですけど、で Facebook からちょっと YouTube にも広げていこうっていう時に、会社のカルチャーとして社員がビデオに出るみたいなのがあったので、ちょっとこれやるから出てくれないみたいな感じで出たのがきっかけで、人気のあるワースイットっていう3人の男の子が一番安いお好み焼きと、値段が中ぐらいのお好み焼きと一番高価なお好み焼きを食べ比べて、どれが一番ウォースイット価値があるかっていう番組を YouTube でやってて、で日本に行くのに通訳としてついていって出たりしたのが始まりですね。英語がネイティブでないのであんまり出るのは気が進まなかったんですけど。じゃあ最初は今みたいな自分の姿って想像できてました？できてないですね。もう全然。キャベツのみじん切りできました。喋ってる間に小麦粉はちょっとすごいこれでかい業務用のホテル&レストランオールポコすごい。全体がまぶすぐらいに2、3カップぐらいですかね。スータの軽く混ぜてもらったり。萌さんが YouTuber になったきっかけは、日本のお母さん24時間みたいなの。そうですそうです。パオロ・フロム東京さんのやつで密着していただいて、そこで初めてなんか YouTuber って仕事になるんだっていうのを知って、ちょっと仕事したいって思ってた時だったんで、自分でやってみようみたいな感じ。でもその時すごいどん底で産後うつみたいな。産後うつありました？もう全然覚えてない。でもすごい体に異変が起きるというか、なんか常にどっか痛くないですか？確かに。いや本当に出産を機に女性の体って変わりますよね。変わりますね。今までミドルエイジ女性の体の悩みって他人事だったのがめっちゃ共感できるように。例えば腰痛いとか朝起きられないとか。でもなんかその産後うつだったことを、その時は自分でこう分からなかったけど、今考えるとあれは本当に精神状態やばかったとか、ホルモンのせいでこう結構思いもよらないことを考えてたとかっていう人も結構多いらしくて。そうですね。なんかメンタルケアに行くっていうことも考えつかない。私は典型的なそのパターンだったんですけど、でもなんか抜け出したいみたいな。水を混ぜます。はい。卵を割っていただいて、全体的に混ぜます。
卵と卵で割るんですね。そうなんですよ。お菓子の師匠がいるんですけど教えてくれて、そうすると机も汚れないでしょって言われたんですけど、でも結局ここで最後の糸は割りますすごい早く割れる気がしますね、レストランみたいに。入れていただいて、はい、ここに入れていいんですか？はい、入れちゃって大丈夫です。混ぜ合わせます。お出汁があればお出汁入れるんですけど、うまみソースちょっとうまみソース使わせてください。粉末のお出汁とかだしパウダーみたいなのをあと2、3回、はい、2、3。そっか、こういう風に使えるんだ。だしの旨味がギュッと入っているので、日本人のコミュニティとかってあるんですか？はもっと盛り上げていきたいですよね。思いません？あんまりお会いしない。こっちに来て知り合った日本人の方ってご近所さんレベルでいないので、あるのかな？韓国系アメリカ人とか中国系アメリカ人のコミュニティに比べて小さい気はしますよね。人数が少ないんですか？人数も少ないと思うんですけど、なんかこう日本人の人たちって結構シャイじゃないですか？確かに。いや私も含め。私もわかります。なんかのきっかけがないとこうもうちょっとみんなで気軽にね集まれる機会があったらもっとね。では喋ってる間にできました。はい。焼いていきます。はい。もう全部一から揃えたんですか？お皿とか家具とか。お皿とかは網で回ってたやつを一応生活できる分は全部中に入ってるので。RB で生活してたらそんなに物はいらないんだなって。ここに住み始めて2ヶ月で場所があると人ってなんか買っちゃう。もう倍ぐらいに物の数が増えました。でもなんか生活の楽しみってそこにあるよね。そうですよね。リテールセラピーって知ってます？何ですかそれ？買い物でストレス発散。リテールセラピー、セラピーってつけてるみんな。めっちゃわかりますそれ。ね、同じぐらい入れていただいて。じゃあ結構入れるんですか？はい、どうですか？もっと？そんなぐらいでいい。お好みソースに。ケチャップとこれだけで作れるんですか？ちょっと甘いのが好きだったら蜂蜜とかお砂糖とか入れたら結構お好みソースっぽくなります。全国のホールフーズ回って気づいたんですけど、最近お砂糖を減らしてる方がすごく多いですね。多くて、ケチャップ自体も多分お砂糖ケーンシュガーが入ってますね。オーガニックじゃないやつとかだとコーンシロップが入ってると思います。萌さん前もなんか一緒にお鍋を作った時に思ったんですけど、すごい手際がいい。なんかこのすごいなんかチャッチャッチャって私喋りながらが難しいかも。なんか喋ってると止まっちゃうかも。お好み焼きっぽく貴重な10ドルの鰹節様をありがとうございます。ありがたく頂戴します。ありがたく頂戴します。馴染みがなければ魚臭く感じるのかな。ね、なんかそれがすごい不思議で。ね、本当生まれてからずっと食べてきている。お好み焼きです。できました。萌さんが作ってくれました。りえさんがお手伝いしてくださいました。いただきます。なんかポークも塊を買って薄くあれするのですよね。こっちはないですからね。おいしい。おいしい。ちょっと酸味がありますね。やっぱり。おいしい。豚が結構存在感がある。カリカリ。普段日本食ですか？家は。6割くらい。日本食以外だとどんなの作るんですか？名もない料理。野菜炒めとか。そうですね。あとはサーモン焼いてケッパー乗せたりとか、タコスとか。家庭料理ってほとんど名もない料理ですよね。名もない料理ですね。冷蔵庫のあるやつ、炒めたやつ。そういうのがなんかこうね、家族の味に。そうですね。萌さんはほとんど日本食ですか？そうですね。炒め物でもお醤油味とか旨味ソースの味とか。すーちゃんすごいパスタが好きで、冷凍のエビが日本のよりも安いエビのパスタみたいなのをよく作ります。いやでも LA の新生活でリエさんが近くにいてくださってなんか心強いです。よかったです。本当に本当に唯一の日本の方のご近所さん言い方細かい意味でね。はい、そんな感じがして。これからもよろしくお願いします。ようこそ LA。ありがとうございます。よろしくお願いします。リエさんの視聴者の方はリエさんが日本語を喋ってるの。そうですよね。あんまり知らないんじゃないですか。そうですよね。日本語が不自由。ね、そんなことないですよ。全然。すーちゃんとかひろくんは圧倒的に英語の方が多くなっていきますよね。これから。
私たちも頑張らないとね。私はもうね直されますよ。発音っていうか L とか R とかボールとかも、このボールと投げるボールと発音とかが結構難しいですよね。意地悪とかじゃなくて分かんなくて、ママボールって言ったのにボールなんじゃん、あボールのことみたいなそうたくましいですね。ね。子供たちは。では皆様、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また